こんにちは、ミッキーです。今回は東急沿線カフェ&グルメ7選としてお店をご紹介していきます。以前から東急東横線ですとか東急大井町線沿いのカフェをいくつかご紹介してるんですけれども、東急沿線、つまり東京だったり神奈川だったりの沿線には大変おすすめなカフェがたくさんあります。その中でも私がご紹介したいなと思えるような特徴的なカフェと、あとはレストランをご紹介できればと思いまして、今回動画を作ってみました。ぜひこれからの季節の旅の参考としてご活用いただきつつ、お腹も心も満たせるような旅にしていただければと思っています。またこういった動画を参考にしていただきつつ、今後の住居選びの参考にもしていただけるとよりありがたいなと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは綱島にあります R さんというところでございます。はじめに申し上げておきますと、こちらは最寄り駅である綱島から20分から30分ぐらい歩くちょっと離れた距離にあるんですけども、こういった川沿いの雰囲気を楽しみつつ立ち寄れるようなカフェになっていますので、そのあたりがとても注目できるポイントになっているかなと思っています。なので特に天気のいい日なんかに少し散歩がてら立ち寄ってほしいようなお店になっていまして、こんな感じでひっそりと隠れ家的に佇むようなお店になっているというところでございます。こちらのお店は2016年の7月に実店舗としてオープンしたお店なんですけれども、もともとは輸入版のレコード、中古レコード、レコードプレイヤー、あとはカセットプレイヤーやアンティーク家具といったところをオンラインで販売していたところを始まりとしているということでございました。なのでですね、今映しています通り、こういったカセットですとかレコードとかの販売もされているところが特徴的になっています。そしてこういったレコードとかを販売するにあたって生活を豊かにするアイテムというところをコンセプトしているということでございまして、長く使い続けられるものを音楽とともに提供したいという思いがこちらのカフェには込められています。こういったなんとなくアメリカンなスタイルの雰囲気も特徴的になっていまして、家具も含めてインスタ映えになるのかなという感じでもありますね。そしてこちらのお店では先ほども申し上げました通り、開放的なテラス、またこういった内装がおしゃれな店内でも楽しむことができまして、さらにですね、サンドイッチやコーヒー、アルコールなどカフェスタイルのメニューを楽しめることができます。この時は夏に訪れたんですけれども、ベリースムージーとカフェラテをいただくことにしました。このスムージーも結構たっぷりと、さらにヘルシーな形でいただくことができますし、こちら夜になりますとビールとかも楽しめるというところが特徴になっています。さらに先ほどはサンドイッチと申し上げたんですけれども、ハンバーガーやモーニングにはこういったアメリカンブレックファーストスタイルでのアメリカンダイナーなメニューをいただくこともできますので、朝にも昼にも夜にもいろんな楽しみ方ができるかなと思ってます。ただ今の時期はですね、ディナーの営業は少し自粛されているということでございますので、お店の情報をインスタグラム等で確認しながら訪れていただきたいと思っています。続いてご紹介しますのはラッキョ&スターというところでございます。こちら綱島エリアにあるお店でございまして、綱島というと日吉からも歩いてくることができまして、特にですね日吉というと慶応大学の方が多いかなと思うんですけれども、慶応大学に通われてた方のコメントでもですね、このラッキョ&スターさんに提供されるスープカレーとともに学生生活を過ごしたなんて方も結構多いのかなと思ってます。なのでですね、綱島や日吉にお住まいの方なんかは絶対に知っているような有名店になっています。と申しますのも、こちらですね、北海道札幌にある本格化スープカレー専門店として食べログカレー100名店になんと4年連続も選ばれているという不動の人気店であるということでございますね。ですのでこちら特に土日祝日なんかお昼の時間帯から行列ができるということでございますので、この動画を見てもし気に入られた方は並ぶ覚悟で訪れていただきたいと思っています。そしてこの日はディナーの時間帯にいただいたんですけれども、季節の野菜スープカレーをいただきました。こちらの特徴的なのはスープカレーと合わせてライスもいただくことができまして、ライスもですね玄米か白米かで選ぶことができます。で先ほどちらっとメニュー表もお見せしたんですけれども、多種多様なスープカレーがございまして、さらに辛さも選ぶことができますので、もし辛さに自信があるなんて方は辛さもちょっと辛めなものをチャレンジしていただきたいと思っています。続いてご紹介しますのは同じく綱島から大倉コーヒー館というところでございます。こちらは様々な種類のコーヒーが楽しめるコーヒー店、さらに言いますと喫茶店スタイルのお店になっていまして、
まさにですね、綱島のエリアで喫茶店を探したい、ちょっと落ち着いた店を探したいなんて方にお勧めできるかなと思っています。で、最近は喫茶店の中でもタバコを吸える空間が少なくなってきたかなと思うんですけれども、こちらの大倉コーヒー館さんでは喫煙も可能になっています。なので逆にタバコの煙が苦手だなという方は少しお気をつけていただきたいと思っています。で、こんな感じで店内はですね、地元のお年寄りを含めたくさんの方々で賑わっているのが常だということでございまして、大変ですね、人気店になっているかなと思っています。多種多様なコーヒーがあるというふうに申し上げたんですけれども、こちらはサイフォン式で入れていただくことができますので、そういったサイフォン式で入れていただく様子ですとか、あとはそういった香りも楽しむことができます。この日はブルーマンブレンドマンデリンコールビやキリマンジャロモカスペシャルブレンドという形でたくさんの種類が用意されていました。さらにシュガーラスクなんかは持ち帰りでいただくこともできますし、この日はですね、こんな感じのキリマンジャロと、あとはアップルパイをいただきました。アップルパイはこの日はもしかすると限定だったかもしれないんですけども、せっかくの機会でもありましたし、なかなかアップルパイも食べる機会がなかったので頼んでみました。サックサクの生地でいただくことができまして、コーヒーとのペアリングにはぴったりなスイーツになったかなと思っています。続いては綱島から歩くことができる距離にもあります日吉のお店をご紹介したいと思います。こちらのお店はカフェ一水さんというところでございまして、地元のマスターの優しさがとても好評だというお店でございます。で、そういった店員さんの接客のスタイルとかがとても気に入られているアットホームな空間なんですけども、こちらはですね、日吉駅からも徒歩3分の立地が良くてですね、結構リピーターが多いという噂も聞いています。で、こちらの店では食事も利用できますし、カフェ利用もできるんですけれども、コーヒーもスペシャルティーコーヒーを提供しているということでございまして、コーヒー好きな方にもお勧めできるようなお店になっています。で、こちらで提供される食器も含め、店内のなんとなくこじんまりとした感じもとても素敵ですので、ぜひですね、そのあたりも楽しんでいただきたいと思っています。で、こんな感じでランチのメニューとかは、その日に書き出されているメニューから選ぶことができますので、お好みに応じて選んでいただきたいと思っています。で、私もそのメニューの中からこの日はチキングリル香味ソースをいただくことにしました。一汁三菜といったスタイルでいただくことができまして、とてもヘルシーなスタイルでいただくことができます。で、さらに学生の方はですね、ご飯の大盛りができたりというところで、そういったサービス精神もとても旺盛でございます。乱れがちな食生活の中でヘルシーにいただきつつ、ボリュームをたっぷりいただくことができるのが、こちらのカフェ一水さんの魅力になっているかなと思っています。続いてもう一軒日吉からご紹介させてください。こちらはアドシュガーというお店でございまして、こちらも日吉の駅にひっそりと佇む隠れ家的なお店になっています。で、なんとなくおしゃれな雰囲気が伝わってくれるかなと思うんですけども、お店は2階にありまして、店内に入っていただくとこんな感じのおしゃれ空間が広がっているというところでございます。で、こちらのお店では何といっても季節によって変わるシフォンケーキが有名だということでございまして、そういったスイーツとドリンクを合わせて楽しんでいただくのがおすすめな楽しみ方になっています。で、カウンター合わせて15席ほどなんですけれども、本当にのんびりゆったり過ごせる空間が心地よいというふうに噂でございますので、一人で過ごしたいという方はこちらに訪れていただいて、本とか読みながらゆっくりとした時間を過ごしていただくのもおすすめかもしれないです。こんな感じで多種多様な食器も含めてインスタ映えな雰囲気も演出することができるかもしれないです。お店の中にいたこの羊のもしかしたら椅子かもしれないんですけども、こちらも可愛らしくて素敵だなという感じでございますね。で、こんな感じでおしゃれなテイストで用意されているメニュー表からコーヒーですとか、あとは紅茶ですね。紅茶も幅広い種類がありまして、ロンネフェルトという紅茶を使用しているというこだわりっぷりでございます。で、他にもオリジナルのソフトドリンク、自家製のジンジャーエールがあったりとかもしますし、あとは先ほど申し上げたような季節のシフォンケーキをいただくことができます。そしてこの日はセットドリンクを合わせて季節のシフォンケーキをいただきました。あとはハーブティーのソフトピーチというものもとてもおすすめで美味しかったです。で、コーヒーは以前に武蔵小杉編でご紹介している芝コーヒーさんのものを使用しているということでございましたので、ぜひそのあたりもチェックしていただきたいなと思っています。そしてこの果実感あふれる季節のシフォンケーキ、とてもおすすめになっていまして、ぜひいただいてほしいなと思っています。で、断面を切っていただいてもですね、中にもゴロゴロと果実が入っているのがとてもおすすめできるポイントです。さて、今ちらっと申し上げました芝コーヒーさんがありますのは武蔵小杉なんですけれども、武蔵小杉以前から何回かご紹介させていただいているんですけれども、その中で小杉サードアベニューに入っている R ベーカーさんというところをご紹介させてください。R ベーカーさん、最近たくさんお店がオープンされていまして、この武蔵小杉以外にもおすすめな R ベーカーさんあるんですけども、特にですね、こちらの武蔵小杉店では広々としたスペースが特徴的になっていますので、ご紹介させていただきたいと思っています。
こちらの R ベーカーさんは飾ることなく素の自分でいられる場所を作り出せるお店をコンセプトにしているということでございまして、とてもパンが美味しいお店になっています。パンへのこだわりを少しご紹介しますと、バラの花や果物、野菜から抽出した自然の酵母を使って作られているパンが特徴的になっています。この自然の酵母を使うと何がいいかと言いますと、自然の力を使うことで生地がゆっくりと膨らむことができまして、小麦の香りが際立つ奥行きのある味わいを実現できるということでございます。それによって実際に口に運んでいただいて噛み締めていただくと、その噛み締めるたびに味わいが広がっていく、そしてこのふっくらとした食感を感じることができるというところがポイントになっています。なので毎日少しずつ変化するその日限りの風味が自然の酵母の魅力になっているというところでございます。で、先ほどちょっと申し上げましたが、こういった多種多様なソファー席がありまして、クッションとかもありますね。で、奥側にも席がありますし、テラス席もあります。ちょっとこの日は天気が良くなくて使うことはできなかったんですけども、天気がいい日なんかにはテラス席を使っていただくというところもおすすめのポイントになるかなと思ってます。こんな感じで店内でトーストできますみたいなご紹介もありました。そしてなんといっても先ほど申し上げたようなこだわりのパンがですね、こんな感じでドーナツは120円、カレーパン190円、そしてコーヒーも270円という大変お安い値段でいただくことができますので、そのあたりもお勧めできるポイントになっているかなと思っています。そして最後にご紹介しますのは、旗の台駅にありますコーヒー専門店カフェリアというところでございます。こちらは東急池上線の旗の台駅を出てすぐにあるお店でございまして、1977年に創業した由緒正しき歴史のある老舗喫茶店になっています。で、2階の階段を上がっていただきますと、この木目調でレトロな雰囲気漂う内装があるのと、観葉植物とかがありまして、非常に喫茶店らしい落ち着いた空間が広がっています。で、この電飾とかもですね、まさに喫茶店だからこそ味わえるような、こういうおしゃれな雰囲気かなと思います。私も喫茶店が大変大好きでですね、これまでも何個か巡らせていただいてるんですけども、いつか喫茶店特集もしたいなと思っています。こういった鳩時計も非常にですね、趣があるなという感じでございます。そして喫茶店の魅力の一つとしまして、マスターが入れていただける日替わりのコーヒーとかも特徴になっています。で、こちらの店ではブルーマウンテンのストレートもいただくことができるようなので、その辺もポイントになってますね。で、あとはこういったスイーツも一緒にいただけるというところがポイントになっています。で、こんな感じで喫茶店メニュー非常に豊富でございまして、モーニングからランチ、あとはカフェタイムまで含めましていろんなメニューがありますので、ぜひですね、何度か訪れていただいていろんなメニューを試していただきたいなと思ってます。で、コーヒー以外にもメロンソーダ、クリームソーダ含めて紅茶とかもたくさんありますので、そういったドリンクもいろんな味を試していただきたいなと思っています。で、パフェとかもありますので、やっぱり喫茶店はこのメニューの多さとか、そういった見た目にも美味しいような雰囲気が嬉しいところですよね。で、この日はナポリタンとコーヒーのセットになっていますスペシャルセットをいただいたのと、あとはこのハワイアンフロートをいただきました。やっぱり喫茶店に行くと私はクリームソーダとかそういったソーダ系が頼みたくなるなという感じでございます。コーヒーも美味しかったので、ぜひ味わってほしいところです。以上、今回は東急沿線から幅広くカフェ&グルメ7選をご紹介させていただきました。おそらく全部知ってたという方は少ないかなと思います。なんですけれども、どれもとてもおすすめになっていますし、今回のサムネイルにも記しています通り、非日常な空間を味わえると思います。さらに東急沿線はですね、都会から少しだけ離れたような空間がありますし、なんとなく時間がスローペースで自分の時間を過ごすことができるような空間が広がっていますので、隠れ家的穴場的スポットとしてぜひご活用いただきたいと思っています。これからもですね、こういった幅広い沿線沿いでご紹介するというスタイルも提案していきたいと思っていますし、自由が丘とか二子玉川という形で駅単位でのご紹介もしていきたいと思いますので、注目してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。